一房のぶどう。有島武雄。ジムは僕が胸の中で考えていることを知っているに違いないと思って、そっとその顔を見ました。するとジムは何にも知らないように面白そうに笑ったりして、横に座っている生徒と話をしているのです。でも、その笑っているのが、僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし、何か話をしているのが、今に見ろ、あの日本人が僕の絵の具を取るに違いないから、と言っているようにも思えるのです。僕は嫌な気持ちになりました。けれども、ジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど、僕はその絵の具が欲しくてたまらなくなるのです。僕はかわいい顔をしていたかもしれないけれど、体も心も弱い子でした。その上臆病者で、言いたいことも言わずに済ますようなたちでした。だから人からはあんまり可愛がられなかったし、友達もいない方でした。昼ご飯が済むと、他の子供たちは活発に運動場に出て走り回って遊び始めましたが、僕だけはその日は変に心が沈んで、一人だけ教室に入っていました。外が明るいので、教室の中はより暗く見えて、僕の心の中のようでした。自分の席に座っているのに、僕の目は時々ジムのテーブルの方に走りました。ナイフでいろいろないたずら書きが彫ってあり、手垢で真っ黒になっているあの蓋を開けると、その中に本やノートと一緒になって、飴のような木の色の絵の具箱があるんだ。そしてその箱の中には小さい墨のような形をした藍色や陽光色の絵の具が。僕は顔が赤くなったような気がして、思わずそっぽを向いてしまうのです。けれども、すぐまた横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした。胸のところがドキドキして苦しいほどでした。じっと座っていながら、夢で鬼にでも追いかけられた時のように、気ばかりせかせかしていました。教室に入る合図の鐘がカンカンと鳴りました。僕は思わずぎょっとして立ち上がりました。生徒たちが大きな声で笑ったり怒鳴ったりしながら、洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが
窓から見えました。僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながら、ふらふらとジムのテーブルのところに行って、半分夢のようにそこの蓋を上げてみました。そこには僕が考えていた通り、ノートや鉛筆箱と混じって見覚えのある絵の具箱がしまってありました。何のためだか知らないが、僕はあっちこっちを見回してから、誰も見ていないなと思うと、手早くその箱の蓋を開けて、藍色と陽光色との二つの色を取り上げるが早いか、ポケットの中に押し込みました。そして急いでいつも整列して先生を待っているところに走って行きました。僕たちは若い女の先生に連れられて教室に入り、それぞれの席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たくってたまらなかったけれど、どうしてもそっちの方を振り向くことができませんでした。でも僕のしたことに誰も気がついた様子がないので、気味が悪いような、安心したような気持ちでいました。僕の大好きな若い女の先生のおっしゃることは、耳に入りはしましたが、何のことだかちっともわかりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。しかし僕は先生の目を見るのがその日に限ってなんだか嫌でした。